きなこ、AI コーディングツールって言ったら、やっぱり GitHub コパイロット1強なんでしょ実はそれ、ちょっと違うんだよね。2026年の春、市場は完全に三つどもえ時代に突入したの。三つどもえ ?3 人で覇権争いしてるってことをそう、カーソル、クロードコード、ウィンドサーフの3つ、全く違う個性で戦ってて、コパイロットの王座が揺らいでるの。そんな激戦になってたの全然知らんかった。めっちゃ気になるやん。詳しく教えて。いいよ。今日は2026年春の AI コーディングツール三つどもえ、徹底的に深掘りしていくね。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよまず最初の衝撃データから見せちゃうね。ジェットブレインズが2026年4月に公開した AI パルス調査の結果なの。業務での採用率はコパイロットが 29%、カーソルとクロードコードはそれぞれ 18% なの。う。カーソルとクロードコードって同率にいなん差が11ポイントしかないのそう。しかも開発者全体の 90% が何かしらの AI ツールを日常的に使ってるんだよ。90% ってほぼ全員やん。もう AI なしではコード書かれへん時代になってるんやな。それで面白いのが、経験豊富な開発者は平均で2.3個の AI コーディングツールを併用してるの。併用って違うツールを2個も3個も同時に使うってことなんでそんなややこしいことするんそれがね、各ツールの得意分野が全く違うから、組み合わせた方が効率が上がるんだよ。これはね、実は第2世代、エージェント時代への大きなパラダイムシフトが起きてるの。パラダイムシフトまた難しい言葉出てきた。前の時代と今の時代で何が違うん噛み砕いて説明するね。昔の AI ツールは、人がタイピングするのを横から補助してくれる秘書みたいな存在だったの。でも今は違う。リポジトリ全体を把握して、自分で計画立てて、自分で実行して、テストまでやっちゃう自立型エージェントなの。おお、秘書から新入社員に進化したってことそれめっちゃ儲かる話ちゃうモッチーの例え、わかりやすくていいね。まさにそのイメージで合ってるよ。覇権を争ってるのはね、コグニション、エニスフィア、アンスロピックの3社なんだよ。へえ、それぞれ会社が違うんやね。GitHub コパイロットは入ってないのコパイロットは確かに採用率トップだけど、技術的には第一世代の延長扱いで、革新の中心からはちょっと外れてるの。へえ、シェアは一番やけど技術革新では追われてる立場なんやね。なんか面白い。そう、これから3社それぞれの個性を深掘りしていくね。まずは激動の歴史を持つウィンドサーフから見ていこう。お願いします。ウィンドサーフはね、2025年の1年間、まるでドラマみたいに企業が激変した経歴を持ってるの。もともとはコーデウムという会社だったんだけど、2025年4月にウィンドサーフへリブランドしたの。そして2025年5月、なんとオープン AI が30億ドルで買収することに合意したの。さあ、30億ドル日本円で4000億円以上やん。ワイも会社立ち上げてオープン AI に売るわ。モッチー、落ち着いて、その話にはオチがあるの。マイクロソフトを経由した IP 流出を懸念して、結局この買収は破談になっちゃったの。破談だ。4000億円が消えた。でも話はここから、2025年7月11日、Google が CEO ら約40名の主要エンジニアを引き抜いたの。合わせて24億ドルのライセンス契約を結んで、実質的な人材買収を完了させたの。ちょっと待って。CEO ごと引き抜くってあんまりやん。残された社員どうなるんそれがね、わずか72時間後の7月14日、今度はコグニション社が残った事業を約2.5億ドルで救済買収したの。コグニション派ね、自立型 AI エージェントで瓶の開発元、買収で約210名の社員と顧客を引き継いだの。ジェットコースターやん。72時間で会社の運命が決まったんか。それでコグニション参加になった後、ウィンドサーフは猛烈な機能リリースを始めるの。まずは Wave13 で、2025年12月24日のクリスマスイブに
メリーシップマスのコード名でリリースされたの。目玉は SWE1.5 っていう自社開発のコーディングモデル。全ユーザーに3ヶ月間無料開放されたの。なんと950トークン毎秒で動いて、クロードソネット 4.5 と同等性能なのに13倍高速ってカタログスペックなの。13倍って、ワイの回し車より速いやん。めっちゃサクサク動きそうやな。しかもこれだけじゃないの。Wave13 では最大5つのエージェントを同時並行で動かせるようになったの。Git、ワークトリーっていう仕組みを使って各エージェントが独立したディレクトリで作業するからファイル競合が発生しないの。そして翌月の2026年1月30日、Wave14 で業界唯一の機能が登場するの。その名もアリーナモード。アリーナモードはね、同じプロンプトを2つの AI モデルに同時に投げて、モデル名を隠した状態で出力を比較するの。目隠し試食会みたいやん。先入観なしで自分に合う AI がわかるんや。その例え完璧。2026年2月時点で、コミュニティ全体で4万件以上の投票が蓄積されてるんだよ。これがウィンドサーフの個性なの。次はカーソル。運営会社はエニスフィアって会社で、こちらは数字の塊みたいな存在なの。なんと ARR が20億ドルを突破してて、IDE 型 AI コーディングツールの中では圧倒的な王者なの。ARR って何やってんね。なんかアラビア海賊みたいな響きやけど。海賊じゃないよ。アニュアルリカリングレベニュー。つまり年間経常収益のことなの。つまり毎年2800億円くらいが確実に入ってくるってこと？すごいおやつ代になるやん。おやつの単位が壊れちゃうよ。それでカーソルの強みは IDE としての体験の深さなんだよ。2026年3月19日に発表されたコンポーザー2っていう新しいモデルがあってね、これが革命的なの。前世代のコンポーザーと比べてコストが 86% も削減されて、同じ作業がはるかに安く済むようになったの。86% オフやと、セール期間中のペットショップやん。しかもカーソルにはバックグラウンドエージェントという機能があって、同時に8つのタスクを並列で動かせるの。開発者が手元でコードを書いてる裏で、8個の AI が別のタスクを自動で進めてくれるんだよ。8人の AI 新入社員が裏でせっせと働いてるってことを、人件費ゼロで。そのイメージで合ってる。月額に10ドルで8人雇えるって考えたら破格だよね。それともう一つ、バグボットっていうバグ検出専用 AI もあってね、これが実に恐ろしいの。2026年1月の V11 から2026年2月25日にオートフィックスという自動修正機能も一般公開されたの。このバグボット、なんと月に200万件以上のバグを検出してるの。しかも自動でパッチまで提案してくれるんだよ。200万件。世界中のバグを吸い寄せてる掃除機やんて。そのツッコミうまい。まさにバグ掃除機って表現ぴったり。さらに2026年4月2日には、カーソル 3.0 が発表されてデザインモードっていう新機能も追加されたの。これはデザインカンプからそのまま UI コンポーネントを生成できる機能で、フロントエンド開発者に刺さってるの。絵を見せたらそのままコードになるってことを。もう絵心があれば誰でもウェブ作れるやん。そのイメージ、ここまでまとめると、カーソルは日常のコーディング体験を徹底的に作り込んでる統合型ツールってことなの。なるほどな。王者の風格やわ。で、3つ目のクロードコードはどんなキャラなん？これがまた個性の塊なの。クロードコードはね、ターミナルで動く、孤高の自立エージェントなの。クロードコードを作ってるのはアンスロピック社。クロードっていう大規模言語モデルを開発してる会社なの。クロードコードの最大の特徴は、他の2つと違って IDE じゃなくて、ターミナルから直接動くこと。ターミナルって、あの黒い画面に文字がカタカタ流れるやつ？古風やん。逆に。そう見えるよね。でもこれ、戦略的な選択なの。ターミナルだから、どんなエディタとも共存できるし、SSH 越しでも動かせるの。最新バージョンはバージョン2.1.81以降で、2026年3月時点では習字で機能追加が続いてるの。クロードコードの恐ろしいところは、コンテキストウィンドウが100万トークンもあること。100万トークン？
また難しそうな単位出てきた。それどのくらいすごいん？文庫本にして約3000ページ分の文章を一気に記憶できる容量なの。小説10冊分を丸ごと読み込めちゃうレベル。小説10冊 ?Y の一生分の読書量やん。AI の記憶力おかしい。この大容量のおかげで、巨大なリポジトリ全体を一度に把握できるの。他のツールだと要約して渡さないといけないところを、正のまま読める。そしてもう一つ、驚きの数値があるの。クロードコードは最長7時間、連続で自立作業できるの。7時間ぶっ続けて、ブラック企業の社員より働いとるやんけ。AI に労働基準法はないからね。休憩なしで指示を完遂してくれるの。ここでちょっとジャーゴンの話をしようか。モッチー、自立エージェントって何だと思う？自立エージェントって勝手に動く AI やろ？何でもかんでも勝手にやってくれるやつ。近いけどちょっと違うの。大きな目標を与えると、自分でタスク分解して、順番に実行して、失敗したら自己修正してくれるの。だからバグを直してっていうだけで、ファイルを探して、原因を特定して、修正して、テストまで走らせてくれるの。そんな賢いんや。ワイのお腹すいたからひまわりの種を探して食べるまでやってくれるみたいな感じ。モッチーの例えまた冴えてるね。まさにそのレベルの自立性なんだよ。ユーザーからの評価も高くてね、コーディング分野では業界最高水準の満足度を獲得してるの。特に大規模プロジェクトでの評判が高くて、エンタープライズでの採用も急拡大してるんだよ。それとね、クロードエージェント SDK もあるの。Python 対応で GitHub 連携もできるんだよ。CI パイプライン？またわからん言葉やけど、要するにコード自動チェックの流れ作業のことか？その理解で大体合ってる。クロードコードは人間が寝てる間もテストと修正を続けてくれる24時間稼働の職人さんなの。じゃあ実際にどう選ぶか、具体的なシチュエーションでシミュレーションしてみようか。ケース1、新しいウェブアプリを作りたい初心者のケース。この場合おすすめはカーソル。理由は、デザインモードでデザインから直接 UI が作れるし、IDE 統合で学習曲線も緩やかだからなの。なるほど。見た目から入れるってことやね。初心者の味方や。ケースに既存の巨大なサーバーコードをリファクタリングしたいケース。これはクロードコードがぴったり。100万トークンの大容量で全ファイルを一気に把握できて、7時間連続で自律的に作業してくれるの。寝てる間にやっといてって頼めるやつやな。めっちゃ楽やん。そしてケース3、複数の AI モデルの性能を自分のプロジェクトで比較したいケース。これはウィンドサーフ1よ。アリーナモードでブラインドテストができるから、ブランドのイメージに左右されずに選べるの。じゃあさ、ワイみたいにどれか一つだけ選びたい人はどうしたらええん？まずは無料枠から試すのが鉄則だよ。カーソルのホビーも、ウィンドサーフの新しいフリープランも、両方タダで使えるの。2週間くらい試して、自分の作業スタイルに合うものを選ぶのがベストだよ。なるほど。まず試食会やね。納得や。ポイントは3つ。見た目重視ならカーソル、巨大プロジェクトならクロードコード、比較したいならウィンドサーフだよ。お、ひなこ先生の講義めっちゃわかりやすい。Y でもイメージつかめたわ。じゃあ次は、気になる価格の話、各ツールの個人プランを見ていこうか。ウィンドサーフは2026年3月19日に価格体系を大幅改定して、以前のクレジット制からクオータ制に移行したの。ウィンドサーフの個人向けはフリーが$0、プロが月$20、マックスが月$200。マックスの月に$100って月3万円やん。回し車10台耐えるで。モッチー、回し車の換算やめなさい。マックスは1日中使うパワーユーザー向けだから、普通の人はプロ、$20で十分なんだよ。次にカーソル、こちらもホビープランは無料で、プロが月$20、ウィンドサーフのプロとちょうど横並びなの。クロードコード羽ね、価格構造がちょっと変わってるの。本体サブスクにセットでついてくるよ。クロードプロ月$20で使い始められて、ヘビーユーザー向けにクロードマックスの月$100と月$200のプランがあるの。3社とも月$20から使えるんやね。意外と庶民的やわ。そしてここで最後に忘れちゃいけない存在が GitHub コパイロット。コパイロットプロは月$10、
これが史上最安値なの。3社の半額で使える計算になるんだよ。半額やと安いやん。なんでみんなそっち使わへんの？コパイロット羽、使ってる人がすごく多いの。有料ユーザー470万人、フォーチュン100企業の 90% がもう使ってるんだよ。ただね、技術面では第一世代の延長扱いで、エージェント機能では3強に遅れをとってるの。なるほど。安い分だけ機能もマイルドってことやね。ドライブスルーのセットメニューみたいな。その例え面白い。でも安定感があって、チーム導入の初期段階では摩擦が少ないから人気なの。まとめると、月20ドル前後で使える3強と、半額で巨大ユーザー基盤を持つコパイロットで、市場がくっきり二極化してるの。値段と機能のバランスで選ぶんやな。一番安いから選ぶ時代は終わったってことか。ここまで見てきた2026年春の AI コーディングツール市場、最大の洞察は何だったか覚えてる？三つどもえで個性がバラバラってところと、経験豊富な人は平均2.3個も併用してるところを。よく覚えてたね。そう。単一ツールの派遣っていう概念自体がもう過去のものになりつつあるの。カーソルは IDE 体験で勝って、クロードコードは自立と推論で勝って、ウィンドサーフは選択の自由で勝ってるの。それぞれが違う強みで住み分けてるから、組み合わせて使うのが最適解なの。一つだけ選べばええってもんじゃないんやね。Y的には全部使うのは逆に頭こんがらがりそう。最初からは難しいから、まず一つ選んで慣れてから、二つ目を試すのがおすすめ。最初の一本は、自分の作業スタイルに合うものを選ぶの。IDE 派ならカーソル、ターミナル派ならクロードコードだよ。慣れてきたら2本目としてウィンドサーフを試して、自分のプロジェクトで一番効果があるものを見つけていくの。なるほど。段階的に広げていくんやな。いきなり全部触ろうとせんでええんやね。そう。あと大事なのは、2026年の AI コーディングは進化が週単位で進んでるから、半年前の情報はもう古いってこと。公式ブログやリリースノートを定期的にチェックして、自分の選定を見直し続けるのが勝ち筋なの。めっちゃ勉強になったわ。今日の話、めっちゃ情報量多かったな。でもきっと、2026年春時点のスナップショットとして役立つはず。じゃあ最後にまとめてみようか。今日のまとめ、2026年春の AI コーディングツール市場は、コパイロット1今日時代が終わって、三つどもえの新時代に入ったの。カーソルは王者、クロードコードは自立の深さ、ウィンドサーフは選択の自由、それぞれが月20ドル前後で使えるの。最初の1本を選んで慣れて、2本目で組み合わせる。これが2026年の賢い使い方だよ。ところでさ、飼い主もこの全クロードコードがすごいって言うて新しいサブスク契約してたよな。そうそう。しかも先月もカーソル契約して、その前はウィンドサーフも試してたよ。3本とも契約しとるんかい。平均2.3歩のガチ実践者やんて。Y のやつらいが。落ち着いて、モッチー。3本も使ってたらさすがにすぐ飽きて1本に絞ると思うから。Y のひまわりの種。AI に吸い取られとる。さて、皆さんは今、どの AI コーディングツールを使ってますか？もしくはどれが気になってますか？コメント欄で教えてくれたら、次の深掘り動画のテーマの参考にするね。併用パターンの話も盛り上がりそう。Y は併用の効率化術もいつか深掘りしたいと思ってるわ。アカウント管理とか複雑そうやしな。それもいいね。それじゃあ今日はここまで。最後まで聞いてくれてありがとうね。参考になったら高評価、いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。